それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手が今あなたに対して迷っていることについて見ていきます。はい、よろしくお願いします。今あなたについて迷っていること、考えていること、見ていきましょう。それではジプシーカードからまず今現在のお相手の状況を見ていきます。はい、今回タロットカード以外は全て正位置で、タロットは正逆採用で見ていきます。そうですね、ジャッジのカードなので、今お相手の中で決めようとしていたり、バランスっていうところで考えていたり、または公の場所、モラル、立場というところが入ってきていますね。まだカードを追加してもらっていきます。それでは何枚かもらっていきましょう。こちらのオラクルカードからももらっていって、何かを決めようとしていたり、または悩んでいたことを今はっきりさせようとしていたりというお相手の中で答えを見つけようとしている、または大勢の前で自分の意見を言おうとしていたり、もう少し深く潜って見ていきましょう。お相手のお気持ち、今現在の状況とかっていうのももらっていきます。はい、そしてタロットカードもらっていきます。正逆採用で見ていきます。こちらはすでにシャッフルしてあります。はい、運命の輪で、私が今この3枚から感じるに、あなたと約束していたことがあったんだけれど、それがなくなってしまったとか、延期になってしまった。そうですね、2人の今ご縁が途切れ途切れになってしまったようにお相手が感じているんじゃないかなと思うんですね。タイミングがいいだけど、その自分の思っている通りに物事が運んでいかない、チャンスを逃してしまった、そして自分の言いたいことを言えていないっていう風に感じます。それを正していきたいし、自分の意見をあなたに伝えていきたい、約束したいんじゃないかなとか、会いたいんじゃないかなっていうのが入ってくるんですがね、お相手が飲み込んできたものっていうのを深掘りしてもらっていきましょう。ただチャンスが今やってきていますので、お相手が変わるタイミングだったり、あとは今までの連鎖断ち切ろうとしていたりとか、あとは果たされなかった約束を再び取り交わそうとしていたりっていうのもあると思います。お二人のバランスについて考えているっていうところもありますね。では深掘りしていきましょう。なんかね、飲み込んでいるものって何なのかなっていうところをもらっていきます。はい、ではタロットカード、今度はこちらからもらっていきましょう。何枚かお相手の深掘りをさせてください。今あなたについて迷っていること、それは多分自分の何かお気持ちを伝えようとしていたり、そうですね、お二人のバランスのことについて考えていたり、または今立場的問題や複雑な環境のある方っていうのは、そのことについても正していきたいっていうのを考えているんじゃないかなと思います。やはり何かね、感情を押し殺していたんだよっていう風に言ってくるんですね。何をそれほどまでに抑え込んでいたのか、会いたくても会えなかった、それはお仕事の関係もあったのかなっていうのも入っていますし、あなたに愛を伝えていきたい、だけどこの気持ちをずっと胸の中に押し込めていたんだ。もしこれを伝えてしまったら2人の関係性が崩れてしまったりとか、あとは自分があなたに気持ちをお伝えすることであなたを困らせてしまうんじゃないかっていうふうに考えていたみたいです。または仕事と恋愛のバランスが取れないんじゃないかっていうふうに自分自身不安に思っていたりっていうのもあると思うんですね。
はい、それをお相手が飲み込んでいる思いっていうのは、あなたへの好きだっていう思いですね。これね、あなたに伝えていきたいっていうのを本当は思っているんですが、でも飲み込むことで今の関係性だったり、自分のメンタルもそうかな、お気持ちもそうかな、自分が我慢していれば今の関係性保っていけるのかなとか、自分が傷つかなくて済むんじゃないかっていうところもあったと思います。均衡をうまく保っていた。だけどお相手の中では結構ね、ギリギリだったんじゃないかなって、感情を抑えるのに精一杯だったっていう風に伝わってきます。その本心ではあなたへ告白したい、お気持ち伝えていきたいっていうところがあったんですね。ただそれを伝えてしまうと、何かね、自分の仕事に支障が出るとか、あなたと毎日これから会えなくなっちゃうんじゃないかなっていう風な恐れもあったみたいですね。何かね、自分が今まで一生懸命あなたと紡いできたこのご縁がなくなっちゃうっていう風に感じていたみたいですね。または時間が今まで足りなかったのかな、合わなかったのかな、2人が会える時間がちょっとしかなかった。ごめんなさい、今なんかね、全然関係ないんですけど、今このカードの目が開いたんですよね。びっくりしちゃった。このペンタクル8のこの方の目が今開いたんですよね。何かね、時間がないって言った時に目が開いていて、一瞬だけね、なんか会える時間が限られているっていう方もいますか？なかなか会えないとか、会いたい時に会えないっていう風な関係性なのかな。今その瞬間にこのカードが目を開いたっていうのがちょっとびっくりしてるんですよ。そういうことがあったので、そうなんですね。ちょっとここ深掘りしてさせてください。ここね、ちょっとね、目を開いたので気になるなっていうところ。でもお相手が飲み込んできた思いっていうのは分かりました。ただもうこれがもう限界なんじゃないって、本当に好きだっていう思いが今にも溢れそうだっていう風なところにいますね。ではこの部分についてね、瞬きがあったのでちょっとね、お聞きしていきましょう。関係性が崩れるのが怖いとか、あとは振られるのが怖い、仕事に支障がある、毎日会えなくなるんじゃないか。もう少し深掘りして絞っていきましょう。お相手のその瞬きの理由を教えてください。何かね、自分が活発になれなくなるのが不安っていう風に出てきます。なのであれ、見間違いかな。何かね、1枚だけね、色味が違ったものがあったんですよ。それも気になるな。でも今見るとこれだね、同じカードのはずなのに、これだですね。同じカードのはずなのに、私には今赤く光って見えるんです。で、いつもだったらね、7枚目引いていってるんですけど、でもこれ何かね、赤く光ってる。ちょっと気になるのでもらっていきますね。普段ね、そういうことしないんですよ。いつもね、ご覧になってる方だったらわかると思うんですけど、こういうことめったにしないんですが、ちょっと気になるのでもらっていきましょう。ちょっとね、ここからなんかね、自由になりたいっていうのが入ってくるし、お相手のお気持ちを優先させて動いていきたいっていうのがあるんです。ただなんかね、お仕事がどうしてもイメージとして入ってくるかな。あなたとコミュニケーションを取っていく上で、この方のお仕事っていうところが関わってくるんじゃないかなっていう風に入ってくるんですが、例えばお仕事一緒で2人の関係がギクシャクしてしまったら仕事に支障が出るんじゃないかとか、あとは仕事中にしか会えない、だからちょっとしか会えないからどうやってそのチャンスをものにしようかっていうふうに考えているのか、または気持ちを押し殺しているってことが出てきているので、好きだって思いを心に秘めておきながら、これ以上、2人の関係性を保っていられないっていうふうに感じているのか、今もっとね、自分がポジティブになって前進していきたい、前に向かってやっていきたいんだっていうお気持ちもあって、でしがらみから抜け出していきたいっ
っていうのがあるんですね。ということは、お二人の間に何かしらの制限がかけられていたりとか、何か枠組みの中にはめられていたりとかっていうところもお相手が感じるんじゃないかな。自分の絡まっている思いから今抜け出して、本当に好きだっていう思いをあなたに伝えていきたいっていうところがお相手の本心です。で、迷っていることとしては、それを伝えていいのかどうかってことですごく悩んでいるみたいです。あなたとのバランスってことも考えていますし、これは社会的バランスってことも言われていますので、例えばね、2人がお付き合いして恋愛関係になっていくためには、社会的に何か障害を感じているとか、ただその障害を跳ねのけて自分はポジティブに考えて飛び出していきたいんだっていうのが入ってきています。もう何かね、手足を縛られるようなことにとらわれたくないっていうのもありますね。なんかね、自分のパワーを生かして進んでいきたいんだ、チャンスをものにしたいんだっていうところがあります。でも悩んでいますね。それを本当に実行していいのかどうか、そして仕事に支障が出ないかどうかっていうところもかなり気にされているんじゃないかな。お仕事っていうワードが入ってきています。あなたと共にお仕事をされているっていうのもありますし、またはそうじゃなかったとしてもお仕事関係してるのか、あとはもう本当にね、お相手が今恋愛する余裕がないぐらいお仕事が忙しいのかもしれません。いずれにしろお仕事含めてあなたにお気持ちを伝えていけるのかどうかっていうところですごく悩んでいる。だけどそれをもう解き放って自分の気持ちでぶつかっていきたいんだっていうのがね、ここに出てきていますね。自由に跳ね回って遊んでいきたい、コミュニケーションとって2人のねお城を築いていきたい、自分の胸の中にある思いをもう解き放っていきたいっていうのがあります。変えていきたい、今そのタイミングがやってきてるんじゃないかっていうふうにお相手も感じています。そして何かね、約束が1回キャンセルされたとか先延ばしになってしまったことっていうのをもう一度紡ぎ直していきたいっていうのが入ってきています。もしかしたらそのお仕事絡みであなたとのデートの約束が先延ばしになったってことも考えられますね。ただそこにはお相手の素直な気持ちとして純粋にあなたを思っていますよっていうのが入ってきてるんですね。本当はあなたを迎えに行きたいって思ってる、だけどそれを押し込めてるんだっていうねところが入ってきています。で、あなたに対して迷っていること、それらももらっていきました。ではお相手はどういうふうに動いてくるのか、まずお相手の動きをもらっていきましょう。はい、ではタロットからもらっていきます。今から1ヶ月以内にお相手がどう動いてくるのかっていうのをもらっていきます。またはどう思っているのか、期待していることや心配していること、もしかしたら動かないっていうこともあるかもしれません。今ね、自分の気持ち押し殺してるんだとか不安とかもあるんですね。その中で動きとして具体的に何か行動に起こしてくるのかどうかっていうところをもらっていきましょう。何枚かもらっていきます。具体的に行動に起こしてきますかっていう質問に対しては、ソードの3、逆1です。ちょっとそれはね、動きとしては動きしづらい、アクションしづらいかなっていうのが入ってきています。不安に思うこと、なぜ動かないのかっていうところでバランスのカードですね、節制のカードで、今の距離感ってところをやっぱり感じてるね、バランスのカードとバランスのカード、そしてそうですね、不安に思ってること、期待に思ってること、やっぱりソードの4、逆1、もうね、停滞していたことから動き出したいっていうお気持ちがあるんですね。そう、あなたと一緒になっていく、そのために動くってことは出てきています。今立ち上がって動くんだけど、じゃあ実際に行動に起こすのって言ったら、やはり自分が傷つくのが怖いとか、あとはあなたを失ったらどうしようっていう不安がすごく大きいんですね。なんでそこまで不安が大きいのかなっていうふうにすごく考えるんですけど、ただバランスのカードがここで揃ってきてるので、今の関係性の方がいいのかなっていうふうに考えているところもあると思うんですね。動きたくても動けないっていうのもあります。
今の距離感がいいんじゃないか、あとはもしかしたら本音でまだぶつかり合えていない、確かにね好きだっていうお気持ちをお相手は抱えてここの胸の中にね閉じ込めていますので、そういう意味ではちゃんと本音で話し合えていないってところはあるかもしれないけど、深掘りしましょう。すごく不安だっていうのが入ってくるんですね。先が不安っていうのが入ってくる。現状維持の方がいいんじゃないかっていう風に感じるんだってね。ハウスのカードでやっぱり今のところにいた方がいいんじゃないかとかね、なんかこう今のところが安泰、地の時代というかね、あまり何々の時代っていう言葉は使いたくないんですが、今は風の時代といってこういち早く情報に飛んでいく、飛び交っていく情報をキャッチしていくっていうような時代、これが地の時代で、ちょっと前の時代、地に足のついた着実なもの、安定しているものを求めている、なかなか手放せない、不要になったものも手放せなかった、いろいろ溜め込んできている、大切なものももちろん大切にして長くずっと使っていこうっていうね、そのすごくいい思いもあるんだけれども、その一方で今の時代とはちょっと合わなくなってきているところもある。そう、安定さだけが今の時代全てではなくて、いかにタイミングに自分たちが乗っていけるかってところも求められているような時代なので、ただでも今このお相手はその波に乗り切れていないというか、せっかくチャンスがやってきても手放したくないとか、今の関係性から今の落ち着いた関係性とか、今まで築き上げてきた2人の関係性を壊すようなこと、それがたとえ良い方向に運んだとしても、その変化ってところを求められないっていうのがあるんです。今あるものを崩して新しい関係性にしていく勇気がないっていうところもそうですね。これが一番の原因です。それを恐れている、変化を恐れているってところです。例えば自分が傷ついてでも最終的に2人が結ばれるのであれば、自分は傷つく方を選びますっていう方もいれば、最終的に2人が結ばれていくとしても自分が傷ついたりあなたを傷つけたりするようなことをしたくないから、できるんだったら手放さないで今の状態でいた方がいいのかなっていうふうに感じる方もいますでしょうし、そしてあとはお互いが傷つかないやり方を新しく探すんだっていう方もいるでしょうし、いずれにしろ今のお相手はお互いが傷つき合いたくないから、あえてね痛い思いをして何かを壊して新しい関係性を築いていきたい、自分の気持ちを伝えるってことはしない、それを抑えて今の安定した関係性のままでいたい、現状維持でいた方がいいんじゃないかっていうところで、結局のところね、じゃあ動くのかって言ったらそういうところになっていくよって、現状維持ってところが入ってきています。すごく2人の今の関係性を大切に思っているというかね、自分の気持ちを押し殺してでも今のままでいた方がいいんじゃないかっていうのを、すごくねここで感じていますね。でも内心はもう間もなくそのように考えるのが終わりなんじゃないかっていうところに気づくんじゃないかなっていうのが入ってきています。お仕事の関係がどうであったにしろ、そのご自身の気持ちの中で言うとするんだったら、この動かない安定さを求めるっていうのをもうそろそろ手放すんじゃないかなっていうのは出てきています。ただこの1ヶ月以内ではまだ動かないよっていうところはあります。ではあなたが具体的にどういうアクションをしたらお相手はなんかこうねときめいてくれるとか、少しね変化が出てくるのかなっていうあなたのアクションもらっていきましょう。それではジプシーから、少しねアドバイスをもらっていきます。最後にあなたへ肯定へ向けてのアドバイスです。カードたちから何枚かもらっていきましょう。ただお相手はその時代に乗っていきたい、波に乗っていきたいっていうのがあるんです。チャンスを掴んでいきたいっていう気持ちがあるんだけど、でも日々ね積み重ねてきた2人の関係性を壊したくないっていう思いが強いみたいですね。だから言わない方がいいんじゃないかなとか、そういうのも出てきています。そしてあなたへもアドバイスのメッセージをもらっていきます。あなたはどういうアクションをこの1ヶ月起こしていけばいいのか、お相手に対して。ただもう今お二人の
関係性だったり、あとお相手のお心変わっていくタイミングがやってきてるよっていう風に出てるんですね。ただその流れに乗っていけないっていう風に出てくるんですけど、いいですね。なんかね、この2枚って同じ意味を表してるんですよ。聖職者っていうね、日本では少し聞きなじみがないかもしれません。ここから今伝わってくるのは、信じるお気持ち、お相手の心をまず優先させましょう。そしてあなたの心もそうなんですが、もしかしたら今は無理に動く必要ないよっていう風にこの2枚から出てくるのかな。プラトニックを大切にしようっていう感じで出てくるかな。そのお相手が動いた時にあなたは包み込んであげられるような、今は包容力を養っていこうっていう風に出てくるんですね。お相手が動かないからじゃあ私からとかではなくてね、ほらペンタクル2番も出ていますから、今のこれもねバランスのカードなんですよね。いかにこのお二人の今のバランスってところがね、こう焦点が当たっているかってところです。お相手は今の関係性、自分の気持ち押し込めて保っているんだけど、でも心の中かなり溢れそうだよっていう風に出てきていて、ただ動くのかどうかってことではやはり関係性を保っていきたいから、この1ヶ月では動かないんじゃないか、でもそろそろ自分がこのね抜けるタイミングがやってきてるんじゃないかっていうのは感じています。そしてあなたが具体的に何をすればいいのかって、お相手とのバランスをとっていきましょうねっていうことは入ってるんですね。バランスっていうのが多いですね。あとは物事を柔軟に考えていきましょうっていうのも入っています。で、ワンドのエース逆位置、今はまだ急ぐ時ではありません。はい、カップのキング入っています。今はゆとりを持ちましょう。あなたの心の中にです。焦る必要はありません。で、お相手がまだ動かないのか、もしかしたら今このタイミングなんじゃないのってあなたが思ってるかもしれない、ね、それに比べてお相手は動きがゆっくりかもしれなくて、まだっていうふうに思うかもしれませんが、ここはゆっくりと物事を進めていきましょう。進めるというか受け止めるですね。もしあなたにアドバイスをするのであれば、今は焦って何かを始めたり関係性を進める時では今はねありません。この1ヶ月は。そして余裕を持ってお相手を受け入れるとか受け止める準備をしておきましょう。物事を柔らかく考えていきましょう。お水の流れに沿ってとか川の流れのようにみたいなイメージが入ってきます。お水は形を変えて、あとは流れていくものです。その清らかな流れとか穏やかな流れというものを意識してみてください。心を平穏に保っておくことっていうのもアドバイスとして入っているかもしれません。決してお相手をせかすようなことをしないで、あなた自身の心がいつも穏やかでいられるようなことをしてみましょう。そしてお相手が動かないことに対してモヤモヤするとか焦るっていう風な方は、お相手以外のところに目を向けてこの1ヶ月やってみてください。自分自身がリラックスできるようなこととか、他に目を向けると心に余裕が生まれてくるよっていう風にも出てきています。2つのことを両立させるっていうカードが入っています。もしかしたらあなたは恋愛とお仕事、または生活や恋愛、いずれ何かしらの形でバランスを取るようなことが今必要なのかなっていう風に入ってきています。お相手とあなたのお気持ちのバランスもそうですね。はい、流れに身を任せるっていうのも必要となってきます。で、流れに身を任せる。あなたは今、両手を広げてお相手を受け止める準備っていうのをしてください。急いで焦って何かをする必要は今はありません。はい、ね、受け止める準備をしておきましょう。そして、今は精神的にお相手を支えるとか、具体的にアクションとしてデートに誘うとか、そういうことは一生懸命そっちの方に向かう必要は今はなくて、精神的な支えとしてお相手に寄り添うようなお気持ちでこの1ヶ月過ごしてみてください。で、お相手のペースに合わせるってことも必要になってくるかもしれません。お相手の気持ちの中ではね、安定さを求めて崩すのが怖い、変わるのが怖いって思ってるけど、でもこのままじゃいけない、そろそろ変わっていかなきゃいけない、自分の考え方とかを変えていくのかな。
っていう気づきがもうすぐ現れてくるので、そうなった時にお相手は動いてくるんじゃないかな。一番の本当の気持ちの中に何があるのかって言ったら、告白していきたいっていうカードが入っていますので、これが一番大切。これがあるからこそ2人の関係性っていうのはこれから先変わっていきますので、この1ヶ月ね、お相手の方から告白してくる可能性は低いです。確かに、まだ関係性ってところで悩む1ヶ月にはなるんですが、でもね、この好きだっていうお気持ちが一番大切なんですね。あなたのことを好いていますっていうところが、純粋に思っていますっていうのが一番大切で、今そこからお相手は変わろうとしている。時間がかかるかもしれないけど、この1ヶ月はあなたは大きく穏やかな気持ちでいることっていうのがアドバイスとして入っていました。そして心身のバランスを取ることっていうのも大切だよっていうふうに入っていますので、例えば今生活リズムが乱れていますとか、そうですね、そのような方々はご自身の生活もう一度見直してみてっていうのも入っていますし、またはね、これ聖職者のカード、精神的なものなので、これをもしリアタイでご覧になっている方っていうのは、実家に帰省されてご両親と会話したりとか、おじいちゃんおばあちゃんとか親戚の方々と集まったりとか、あとはお墓参り行ったりで、お墓が遠くてなかなか行けませんっていう方は、心の中でお祈り、あなたのご先祖様ですねとか、あとは守護霊様とかにいつもお守りしていただいてありがとうございますっていう風に手を合わせるってことが入ってきています。あなたが祈るっていうことです。祈るっていうのは、お相手との恋愛が成就しますようにっていう風に祈るんじゃなくて、いつも私を守ってくれてありがとうございますとか、あとは今あなたがね、ここに生まれてこの地に立っていられるのは、代々血を受け継いできたあなた方のおかげです。ありがとうございますっていう風に感謝していきましょうっていうのも入ってきています。自分を守ってくれる存在に感謝していきましょうっていうのも入っていますね。あとはできるだけご両親に会ったり、ご兄弟とかご家族で集まって楽しい時間を過ごされたり、仲間でもお友達でもいいです。この夏、思いやりを持って過ごしてみてくださいねっていうのが入っていました。はい、こちらをアドバイスとしてお受け取りください。そして最後にお選びいただいたこちらのカードからメッセージをもらっていきます。こちらは対面することでですね、入ってますね。自分自身と対面することです。自分に誠実で正直に向き合うことで、今あなたの心のモヤモヤから解放されていきます。あなたの顔色、よく自分自身で確認してください。チェックしてみてくださいね。今日の肌ツヤどんな感じかなとか、日々変わっていきますので、肌もね、サイクルがありますし、細胞もサイクルがあるし、人間の体はサイクルがありますから、日によって顔色が変わっていたり、疲れが出ていたりとか、またはその逆で元気いっぱいに見える日もあると思います。このように鏡を見たりして、自分の顔と対面して会話してみてください。今日の私どんな感じかなっていう風に。そして自分の心に正直であること、誠実に向き合うこと、自分自身と向き合うこと、それができると、お相手を包み込むような思いやりの気持ちっていうのも余裕ができてきます。はい、今なかなかね、イライラしている、そわそわしているっていう方は、これらのことを参考に取り入れてみてください。今回はお相手があなたに対して迷っていることをテーマに見ていったんですが、自分の気持ちを伝えるかどうか、今の関係性をどうしていくのかってことでお相手は迷われているみたいでした。でも最終的にお相手は自分自身で変わるタイミングだって思うってことは変わっていくんですよね。周りが何と言おうと自分で変わるって思わなければ人は変わりません。だからお相手は自分に今そこに気づけたってところが大きな成長の一つです。今2人の関係性が変わっていくタイミングがもう間もなく1ヶ月以降ですね、1ヶ月後以降に現れると思います。それまでにできることをやってみてください。以上、こちらが1番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、
お相手があなたに対して今迷っていることについて見ていきます。お相手の心を深掘りしていきます。はい、ではよろしくお願いします。まずはタロットカードをシャッフルしていきましょう。今回2種類のタロットカードを使っていきます。でもう一方はもうすでにシャッフルしてあります。まずはこちらをシャッフルしていきましょう。今回はタロットカード正逆採用で見ていきます。その他のカードは正一で採用です。今あなたじゃない、お相手ですね。申し訳ありません。お相手があなたに対して迷っていること、何かあれば教えてくださいということで、お相手の心に深く潜っていきます。はい、ではこちらでもらっていきます。まずはお相手の現状っていうのをもらっていきたいので、それをもらっていきましょう。はい、ジプシーカードからもらっていきます。はい、1枚もらっていきましょう。今何かね、あなたのことを考えているんじゃないかなっていうのがもうパッと入ってきています。今あなたのことを考えていて胸がいっぱいですっていう感じです。本当に迷っていることあるんじゃないかな。もっとね、いろいろともらっていきます。ではこちらのオラクルカードからもらっていきましょう。どんなことを悩んでいるのか、思い悩んでいる。そう、何かね、思い悩んでいるって感じです。伝えたいことがあるんだけど伝えられないとか、あなたに送りたいもの、言葉があるんだけど声をかけられないとか、何かを伝えていけない、なんかいっぱい出てきますねっていうのが入ってきています。キングのカード、決められないっていうね、あなたを守っていけなかった、守れなかったことがあった、それを後悔しているミュージシャンね、何かね、表現していきたかったとか、そういうのも入ってきています。決められなかったことがある、約束を守れなくて、自分自身を責めてしまっていたりとか、あとはあなたにありがとうっていう言葉を最近言えなかった。本当は心の中では感謝しているんだけど、口でとか態度で冷たくしてしまったとかっていうこともあるかもしれません。そして何かね、紡がれてきたものっていう、お二人のご縁とかですよね、つながりっていうことに対して考えていたり、あとは今関係性が変わる時っていうのも入ってきています。例えば曖昧な関係性であれば、これからはっきりしていくよっていう風にお相手のお気持ちとして現れています。こうね、自分で一本ちゃんとね、筋を通さなきゃいけないことがあったんだけどできなかったっていう風に入ってくるんですよね。それをちょっと悔いているのかなっていうところもあって、心の中はあなたでいっぱいなんです。何かね、デートの約束を守れなかったっていうよりは、今までのご縁を感じてきていて、そしてありがとうっていう言葉を言えずに冷たい態度をとってしまったことで悔やんでいるとか、あとは今まで2人が奏でてきたものとか紡がれてきたものっていうことに対しても考えているでしょうし、なんかね、曖昧な関係性だったんじゃないかなっていうのが入ってくるんですね。そうですね、これからどんな風に2人の物語が始まっていくのか、関係性を始めていくのかっていう風に考えているお相手もいるでしょうし、今恋人でパートナーシップ結んでいますっていう方はちょっと見直しをかけて、また新しく刷新していこうっていうか、より良いものにしていこうっていう風に考えているのかなっていうところはあります。
そのあたりを踏まえてもう少し深掘りしていきます。お相手のお気持ち、今あなたに対して迷っていること、もっと深掘りで教えてください。何かね、お相手が言いたいことがちゃんとあるんじゃないかな。今言動で現れていることと本心がちょっと違うんじゃないかな。そして心の中のお相手っていうのはあなたのことを深く愛しているんだけど、なかなかうまく伝えられないっていう風に入ってきます。もう少し深掘りしてもらっていきましょう。はい、ラバーズ逆位置ですね。やっぱりね、自分の中であなたと今うまくいっていないんじゃないかっていう恐れとか心配っていうのがあります。もう少し深掘りしていきましょう。なぜそう思うのか。デビル逆位置、曖昧な関係性だったのかなっていうのが入ってきています。ワンドの8、2人がなんだろうな、お相手の未練っていうのもありますし、あとは例えば体だけの関係性を続けているとか、そうですね、腐れ縁のような感じで曖昧な感じがずっと続いていた。なんか体だけとかじゃなくて、例えばよくわからない、付き合ってるか付き合ってないかよくわからないような状態でずるずる来ちゃったんだよねっていう風にあなたが感じてるだろうし、お相手もそこを感じていて自分自身責めているようなところもあります。その曖昧な関係の中でも築かれてきた信頼関係とかお互いのお気持ちっていうところを本当は感じているんだけど、それでも自分のお相手からね、はっきりさせようっていう風にちゃんとあなたに言葉として伝えていなかったっていうところで悔やんでいるところもあるでしょう。今でも関係性が変わっていく、はっきりさせていくんじゃないかな。あなたと本音で向き合っていきたい、お話ししたいっていうのが入ってきています。会えない方もいるんでしょうか。ただね、でも今までの自分たちの関係ってどこか曖昧だったよねっていう風に出てくるんですね。はい、なんかつかず離れずだったりとか、あとは復縁を繰り返していたりとか、そうですね、前はすごく情熱的に愛し合っていて一旦お別れした時期もある。あとはなんとなく腐れ縁のように会っていたりとか、そうですね、結ばれていたりとか、あれ私たちって結局どうなんだっけっていう風な状態でもあったのかな。それはお相手も感じていることですね。何か長引かせてしまったっていう風に、この関係性をね、曖昧なままでずっと来てしまったなっていう風に感じているっていうのがあるので、じゃあもう少しね、もらっていきましょう。お相手、そのことに対してどういうことを考えているのか、または、環境としてっていう場合もあるかもしれないので、もう少し深掘りして絞っていきましょう。もう少し深掘りしてもらっていきます。ソードの5番、カップの6番、やはり復縁とか曖昧っていう感じで入ってくるかなと思います。ペンタクル7番で、今2人の関係性を見直している、見つめ直しているよっていうところですね。同じようなカードが入ってきていて、あの時純粋に愛し合っていた2人に戻りたいっていうようなお気持ちもある。で、昔愛し合っていたんですよ。2人は思いが通じ合っていた。だけどそれが対人関係のもつれっていうのが入ってきています。お相手は何が何でもあなたを手に入れたかった、自分のものにしたかったんだけど、それが叶わなかったのか、または一度は結ばれたんだけど、何かしら誰かっていう存在ですね、対人関係のもつれか何かで一度離れてしまったり、あなたが去っていってしまったように感じるんだっていう風に、喧嘩ってこともあるかもしれませんね。一度離れてしまったんだけど、そこからまた曖昧な関係が続いていったりとかしていて、でもいつまでもあの頃を懐かしむんです、お相手は。
あの頃に戻りたいなとか、あの頃のような関係性になりたいなっていうふうに思うんですが、ただどうしても意地を張っちゃうのかなっていうところはあります。お相手が素直になれていないのかな。素直にあなたのことを好きだよ、愛してるよって、あの頃に戻ってお互い楽しくやっていきたいなとか思い合って、素直に純粋な関係性でやっていきたいなってことを伝えられていないから、自分自身責めていたりとか振り返るんですね。2人の今まで歩んできた道っていうのを振り返ってきて、これで見直しの段階に入っています。さあこれからどうやってやっていけばいいんだろうっていう風に感じてるんです。ただ怖いですね。またいろいろとねもつれたりするのが怖いなとか、あなたと向き合って正直にお話ししていくことっていうのが大事だってことは分かってるんだけど、今の自分素直になれるのかなっていうような不安っていうのも出てきています。お相手が求めるものってやはりあなたとの関係性っていうところなんですね。今よりも前の方が純粋に愛し合っていたっていう風にお相手の方から入ってくるんですが、1枚ジプシーからもらいましょうね。敵のカードだ。やっぱり対人関係っていうところが入ってきます。周りを気にしていたりとか、例えばお別れしてる間にどちらかにパートナーができているような状態だった。だけどお二人の関係性は復縁かのように曖昧な感じで戻ってきているっていうのも入ってきていますし、あとは二人が愛し合っていた頃すでにどちらかにパートナーがいたっていう可能性もあります。またはライバル、三角関係っていうのも感じられますので、お相手にとってはね、自分にとって障害になるようなライバルの存在がいたんだっていう風に出てきています。この方とまた揉めることになるのが嫌だなとか、人物ですね。自分にとってこの人を乗り越えていかなければあなたとの関係性を取り戻していけないとか、あの頃の純粋な思いに立ち戻れないっていうところが出てきています。お相手の不安材料ですね。はい、なんか身近な存在が気になるよっていう風に出てきています。では、お相手の今あなたのことに対して迷っていることといえば、今のこの関係性をもっと清いもの、純粋なもの、あの頃の関係性に戻っていきたい。今までの自分たちのお付き合いの流れを考えて、もう一度立ち直って、もう一度振り返って見直しをかけて、また育んでいきたい。だけど対人関係の障害ってことを不安に感じています。この後この1ヶ月以内にお相手はどのように動いてくるのかっていうところをもらっていきます。はい、ではお相手が1ヶ月以内に期間を決めて、まずこの1ヶ月以内に動いてくるのかどうか、そしてお相手の不安に思っていることや期待していることもらっていきます。何枚かもらっていきますね。あなたの出方を待っているっていう可能性もあります。ペンタクル9逆1、1ヶ月以内、ちょっと可能性が2つあるかな。ちょっとカードを全部出してから見ていきましょう。ムーンのカード、そうですね、どうかな。もしかしたらあなたの出方を待っているっていう可能性もあります。ソードのキング、あなたが動いてくれるんだったらお相手も変わるし動いていくよっていうところも出てきています。あなたはどう感じてるのっていう風にお相手が尋ねたい、逆に尋ねたいよっていう風に出てきていますね。あなたはどうしたい、どうしてほしい、今あなたの様子を伺っている、出方を待っているっていうのもあると思います。そうですね、今までの流れを振り返っていて、これから先自分がどう動くのか考える1ヶ月にしたい。でもすごく不安とか先行き見えないとか、そうですね、不安でいっぱいだっていうお気持ちがあります。期待しているところもあるんですね。あなたの出方を待っているっていうところもあります。あなたはどういうふうに、自分を受け止めてくれるんだろうとか、どういうふうにあなたは
答えを出してくれるんだろうとか決めてくれるんだろうっていう風にね、2人で話し合って決めていきたいっていうところもあるんですね。あなたの意見を聞かせてっていう風に聞こえます。なのでもしかしたらあなたの出方次第で変わってくるかもしれない。ただ不安はあるよ。今迷ってることに対して見直しの段階にはいるし、こういうふうに思っているっていうのはあるんだけど、じゃあ実際進めるかどうかってことはあなたの意見が聞きたいし、迷いとか不安っていうのもあります。ここのあたりですね、お相手の中で誰か人物に対して不安材料がある。そこに対して不安だ。あなたはどういうふうに思っているんだろう。あなたの意見が聞きたいっていうふうに出てきています。ではあなたはどうしたらいいのかっていうアドバイスもらっていきましょう。先にジプシーをもらっていきましょうか。なんかね、でもね、あなたとお相手はどうしていきたいっていうところが一致してるんじゃないでしょうか。例えばこれから先のことっていうのも2人でよくよく話し合って共有していけばより良いものになっていくっていうのが出てきています。あなたに対するアドバイスです。はい、いくつかのお金っていうのカードが入ってきています。あまり多くを今は求めないっていうのが出てきていますし、今あるものを大切にするっていうのも入ってきています。今あなたの手元や目の前にあるもの、大切にしているものは何ですか？実は足元にあるあなたの希望っていうのは何ですか？今見えていない、よくよく見てください。何もないというふうに感じていますか？多くのものじゃないかもしれません。だけどあなたが今手にしているもの、これを大切にしてください。身近な存在だったり、今あなたが大切だっていうふうに思い返せるようなもの、見つかっているはずです。思い返すと、私これ大事だっていうものが出てくると思います。それが今のあなたのすべてで、今まずはこの1ヶ月っていうのはここにあるものを大切に、今あるものを大切にって、ここからさらにより多くのお金を今は引き寄せることは今はねしなくても大丈夫。今あるものを、限りあるものを大切にねっていうのが入ってきています。そう、あなたが今目の前にあるものね、ここ紡がれているご縁かもしれないし、よくよく見ると、よくよく自分の中を見てみると、心の中で大切にしていることだったり、あとは今までお相手にかけてきてもらった言葉だったり、お相手の言動に何かしらのヒントが現れているかもしれません。何かね、受け取っているものもあるんじゃないかなっていうふうに出てきています。はい、今ここにあるものを大切にあなたが紡いでいきましょう。あなたはどうしたいですか？あなたはどうしたいですかっていうのをもらっていきましょうね。まずはあなたはどうしたいですか？その後にアドバイスをもらっていきましょう。あなた自身はどうしたい？お相手は愛されたい。あなたに愛されたい。あなたはどうしたい？そう、あなたはそうか、ソードのキング、お相手と足並みを揃えていきたいっていうところも入っていますね。お相手と足並みを揃えていきたい。あなたもお相手の出方を見ている。お互いそうなのかな？またはもしね、私が決めていいんだったら私の思う通りに進めていきたいっていう風に決めている方もいるかもしれません。ではこの後あなたにとってのアドバイスもらっていきます。エンペラーのカード、はい。タワー、違った、ごめんなさい。カップの5、逆位置、もうクリアになってますね、気持ちが。そう、これと、そうですね、これでいいと思います。だいぶ今心がクリアになっていくでしょう。もう今現在ね、クリアになっているって人もいるでしょうし、まだクリアになっていない、まだ自分がお相手の出方を待っているとか、お相手がなんて声をかけてくれるんだろうとか、この1ヶ月2人の関係性どうなるんだろうって今不安に思っている方は、やはり今あるものっていうところに目を向けてねっていうのが入ってきていますね。
何かがっかりするようなことがあなたの中であったかもしれない、ここ最近。だけどそれだけじゃないよ、ちゃんとここにあるんだよってことをね、強く教えてくれています。あなたが手繰り寄せてきて、そして今でも心の中に残っているものがあるんだっていうのをね、このカードたちがすごくね、強く言ってくれています。そこに早く気づいて、そしてもう気づいている方はだいぶ心がクリアになっています。自分はこうしたいんだ、こう進んでいくんだ、こうやって決めていくんだってところがズバッと入ってきていますので、もしまだねズバッと来てませんっていう方は、これから自分の手元にあるものをよくよく見るとズバッっていう風に入ってきますので、そのひらめきとかあなたの決断力によってここ大きく変わっていきます。お相手はあなたの意見を求めているところがあるし、お互い顔をね、様子を見ているというか、お互いの出方を見ているところもあると思います。そこであなたが動く時だよっていう風に入ってきていますね。たとえ障害があったとしても、それを乗り越えるためにどうすればいいかっていう風にあなたはよく考えて行動に移すことができるでしょう。そしてお相手と話し合いをして、よく向き合って、そして物事を決めていったりクリアにしていったりすることができます。今あなたのエネルギーっていうのが高まっているので、そのエネルギーを生かしてお相手との関係性っていうのをこれからより良いものへ動かせていってくださいねっていう風に入ってきています。2人が落ち着いて安定して絆を結んでいけるように、今あなたが動いていく時ですっていうのもあります。まずはここですね。今の自分の心の中にあるものとか、目の前にある大切なものっていうものに気づいた後はクリアになっていくので、そしたら自分の思う通りに進んでいきましょう。お相手に自分の意見をお話しすること、お相手が何を言いたいのかってことをちゃんと聞いて、2人で話し合って決めていくこと。お相手が迷っているなっていうふうに感じるんだったら、あなたがリードしてもいい。すべては2人の安定性を求めるために、あなたが今働きかけていく時です。お互いのバランスを取る時でもあります。何か約束できるものがあったら約束しましょう。お相手は過去にね、一度約束できなかったとか、あなたを守れなかったことに対して少し落ち込んでいたりとか、あとは自分自身が今コントロールできないぐらい不安でいっぱいですっていう方もお相手ね、いるかもしれません。それをあなたはすでに感じ取っていると思います。だいぶあなたの方がクリアになると、お相手が今不安に思っているのか揺れているのかってところも見えてくるので、その時のあなたの対応っていうのもちゃんと正しい対応ができます。なので自分に自信を持ってください。動く時はね、大丈夫ですよ。そしてお選びいただいたこちらのオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。心のカードです。愛で養われた心の情熱を復活させる時です。心の呼びかけに自分自身が応えていきましょう。あなたの心は何を求めていますか？あなたに何を呼びかけていますか？何に気づいてほしいってことを自分の心の中が叫んでいますか？よーく耳を傾けてください。よーく足元を見てください。まだまだここには希望があります。もうダメなんじゃないかっていう風に失望してしまった方も最近いたと思います。そのようなことがあったかもしれない。2人の関係性ってもうダメなんじゃないかな、これ以上進まないんじゃないかなって思った方も、まだ諦めないでください。チャンスはまだまだあります。それを変えていく力があなたにはありますし、自分の心によく尋ねてください。養われた心の情熱、今復活させる時です。はい、このようなメッセージが入っていました。今回はお相手があなたに対して迷っていることをテーマに見ていきました。何かこの2番をお選びいただいた方は、2人の関係性が今まだはっきりしていないとか、曖昧だった、昔すごくラブラブだったんだけど今距離が空いているとか、なんかこうもどかしい関係性で今ある、で対人関係のもつれっていうのも経験したよっていう方がいるんじゃないかなというふうに感じました。で1ヶ月以内のお相手の動きとしては、あなたの出方を待っているし、愛されたいっていうようなお気持ちがありますね。そしてあなたのお話をよく聞いて話し合っていきたいっていうのもあります。でちゃんと話し合えばお二人のお気持ちって揃ってるんだってことに気づくと思いますので、あなたは今あるものっていうのを大切に、何かね、
気づくことができた方っていうのはもうすぐ動いてもいいと思います。まだ今は失望感でいっぱいで足元よく見えていないっていう方は、今自分の心の中の叫びっていうのを聞いて、今自分の目の前にある大切なものにまず気づいてくださいねっていうのがアドバイスとして入っていました。以上、こちらが2番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手があなたに対して迷っていることについて見ていきます。ではよろしくお願いします。ではタロットカードをシャッフルしていきます。今回タロットカード2種類使っていきます。正逆採用で見ていきます。で、もう1種類のタロットカードはもうすでにシャッフルしてあります。今お相手が現在どのようなお気持ちでいるのか、そして今あなたに対して迷っていることを見ていきます。そしてこの1ヶ月以内にお相手はじゃあその迷いを断ち切って動いてくるのかとか、その迷いをあなたに伝えてくれるのかっていうところももらっていこうと思います。そして最後に、じゃああなたから動くことありますかっていうことでアドバイスをもらっていきます。はい、ではこちらのタロットカードは一回ね端に寄せて、まずは、他のカードを使いながらお相手の現状をもらっていきます。なんかね、期待しているっていう感じで入ってきていますね。これでもらっていきましょう。そして他のカードからももらっていきます。何かを狙っているというか、狙わずともいいことあったらいいなとか、ポジティブに物事を考えている、または今最近いいことあったのかなっていうのが入ってきています。で、今回テーマとしてあなたとのことについて迷っていることなので、もうこれはね、あなたとのことで嬉しいことがあったんじゃないかなというふうに感じています。もう少しね深掘りしてもらっていきましょう。そうですね、もっとねもらっていこうかな。魔女のカードなんですが、何かお相手の方から働きかけたことでお相手にとってね嬉しいことがあったんじゃないかな。または思っていた以上に嬉しいことがあったとかね。あとはあなたに何か自慢したいことがあるのかもしれません。もっと深く潜っていきます。カップのナイトさんですね。あなたのことを本当に好きだっていう思い、そしてカップの4番、もう1枚もらいます。フールのカード、はい、この3枚で、お相手の現状とかをもらっていきます。あなたのことを好きですっていうのが入ってきています。嬉しいことがあったっていうのがあるので、自分から働きかけた、デートにお誘いしたとか、そしたらいい返事をあなたからもらえたとか、中には告白したよっていう風な方もいると思うんですね。お相手から告白受けたよっていう方もいるんじゃないでしょうか。これはとても純粋な愛を伝えるカードです。なのでそのお相手のもしね告白受けたよって方は、その思いに嘘偽りありませんっていうところが入ってきています。だいぶ心が明るく今なっているんじゃないかな、またはなろうとしているんじゃないかなっていうところにお相手がいらっしゃいますね。はい、自分では思っていた以上の収穫があったんだよっていうのが入ってきていますし、何か自分の中で動いたからだよっていうのもあるんですね。前に向かって歩き始めた。今までは動かなかっ
ったものだったり、自分でこう動かないようにしようと思っていたりとか、気力がなかったものがパッと切り替わって、よし動こうっていう風に活力がみなぎってきたっていうようなお相手もいたと思います。だからあなたにとってなかなか動かなかったお相手がようやく愛に目覚めて伝えてきてくれたとか、動いてくれたっていう風に感じるっていう風なあなたがいるんじゃないかなと思いますね。もうちょっと深く潜っていきますね。今でもそうね、お相手かなり自分のお気持ちに素直になっているところもあるし、でもちょっと気になるところとしては少しね不安定なところもあるのかもしれない。だから今はすごくめちゃくちゃハッピーなんだけど、じゃあそれがずっと先続くのかどうかってところで、お相手の中で少し不安に思っているところもあるかもしれない。ちょっとね月が満ち欠けしているようなイメージが入ってくるので、いい時と悪い時のアップダウンの差がある方なのかもしれないけど、でもあなたのことを純粋に感じているよっていうところが入っています。もうちょっともらっていきましょう。ではこちらのカードからもらっていきます。もう少し深く潜っていきます。お相手が迷っていること教えてください。最近自分の大切なことに気づくことができたんだよっていう風にも感じますし、お相手がね、もう少し深く潜っていきましょう。ペンタクル3番、そして助教皇のカードですね。はい、ペンタクル6番のカードでもあります。あなたとの関係性が変わったんじゃないんですか、最近明るい方にっていうのが入ってきています。お相手の制限が外れて、自分から制限を外すように行動を働きかけたんだと思います。気づきを得て、何かヒントが出てきて、またはインスピレーションが湧いてくるとか、手助けが入った可能性もあります。思ってもみなかった収穫があったよっていう風にも入ってるので、計画以上のものが返ってきたっていう風に入ってるんですね。だから自分ではこんな風な結果が出たらいいなと思って動いたら、それ以上の結果になって帰ってきたとか、そういう喜びが感じられます。で、迷っていることというよりは、もうすでに自分があなたと一緒に協力して大切なものをつかみ取ってるんだよっていうのが入ってくるんですね。あなたと最近手を取り合えたっていうのが入ってくるので、デートできたとか、例えばね本音でお話できたとか、2人にとって嬉しいことがあったんじゃないかな。もうすでに、2人のつながりを感じられるようなことだったり、あとは関係性が変わったっていう風に入ってくるので、迷っていることというよりはだいぶクリアになってるんですね。お相手のお気持ちです。迷っていることないのかな。不安に思っていることとかも今これを見る限りではないような感じ。強いて言うんだったら、関係性が今明るい方に変わったっていう風に入っていますし、あなたのことを純粋に愛しています、思っていますっていうのもあります。もう少しねもらっていきましょう。では、不安に思っていること何かありますかっていうことで、少しねお相手のところを深掘りしていきましょう。でも何かね、今見た感じ、この全てのカードからはあんまり今不安に思っていることないよっていう感じで入ってくるんですが、もし何かあればっていうところで、サポートに入ってほしいっていうところもあると思います。またはお相手があなたを守りたいとかね、そういうのもあるんじゃないかな。立場を超えて守られるような存在になりたいとかなったとかね、協力し合えるようになったとか、決めたんだよ。なるほど、自分たちの道筋がもう決まった。そしてもう動いてるよ、私動いてるよっていう風に入ってきています。例えば自分の気持ちに気づいたとか、やっぱり決断ですよね。決断したんだとか、
自分の気持ちうまくコントロールできて今とても安定している。ちょっと前まで少しね停滞していたりとか、お相手の中でしょんぼりしているような感じだったんだけど、気持ちが今すごく活気にあふれているっていう、それはあなたとの協力があったからだよ。2人の手と手を取り合って何かをしたんじゃないかなっていうのが入ってきています。そしてもう動いてますよって言われてますね。もうこの情熱、あふれんばかりの情熱、活気に今満ち溢れていて、ポジティブに物事を決めていってるし、動いていってます。そう、鉄は熱いうちに打てっていうカードが入っているので、もう熱いうちに打ってるよ、動いてるよ、この思いを届けに行ってるよっていう風に入ってきてる。そしてこれから2人がどのような道を歩んでいくのかっていうのも頭の中にバッチリと計画してあるよっていう地図のカードも入っています。うまくコントロールもできていますって、お相手の中で自信満々とかね、活気に満ち溢れているっていうカードが入っているので、じゃあ今現在からこの1ヶ月以内ってお相手どのように動いてくるのか、もしくはもう動いてるかもしれないんですが、この1ヶ月ねどうなっていくのかっていうのを見ていきましょう。1ヶ月以内のお相手の動きです。で、今もう動いてるよっていう可能性が高いので、今現在から1ヶ月っていう感じで2枚もらっていこうかなと思います。そしてあとはお相手が期待していることや不安に思っていることなどももらっていって4枚もらっていきます。はい、ソードの3、ペンタクル6の逆、ペンタクル6の逆、ここにもペンタクル6があって、これがでも今度は逆で入ってきています。そしてあと2枚出していきます。ペンタクルキング逆位置です。はい、ペンタクル8逆位置、かなりこのペンタクルっていうねコインのカードが入ってきています。なので現実っていうところがかなりね今入ってきているかな。目に見えるものだったり、今お相手が働きかけてきていることが、ね、行動に移していることが結果となってちゃんと現れるかどうか不安だなっていうのは心配が入ってきています。お相手のお気持ちの中で自分が動いたことでこれは安定するんだろうか、2人の関係性がね安定していくんだろうか、調和が取れていくのかな、2人の気持ち揃っているかなっていう風に確認したいな。自分が毎日積み重ねてきていること正しいんだろうか、実は自分がやってきたことが裏目に出てあなたを傷つけたり困らせたりするようなことになるんじゃないか、または自分がショックを受けるようなことがあるんじゃないかっていう風にお相手の不安になっているところ出てきました。または足元がまだね地盤が固まっていないっていう風に自分自身が感じているかもしれません。自由になって今動けている分、あとは周りからもたらされる幸運によって今恵まれているんですが、いずれそれは自分が地に足をつけて歩んでいかなければ道が続いていかないのと同じで、確かなものっていうところで今自分がしっかりと地に足をつけていられるのかどうかっていうことを考える1ヶ月になりそうですね、お相手は。ただ今すごく動いているっていうのはあります。お相手の心配に思っていることが出てきそう。今動いていることがいい結果として残るのかどうか、あなたを安心させてあげられることになるんだろうか、自分が期待していることとは裏腹な結果になるんじゃないか、そういう不安とかが出てきました。この1ヶ月です。いやでも希望のカードが入っている。希望を捨てたくない。そしてあなたとの信頼関係を築いたまま前に進んでいきたいっていうお相手の強いお気持ち、そして待っているよ、待っているガードマンみたいな感じでね、これあるんですけど、ガードマンって合ってるかな、言い方表現が合ってるかうまい表現が見つからないんですけど、そうなんか待機しているよっていうカードで、待っている、希望を捨てずに待っているよっていうカード、いろいろ地に足がつかないことだったり、または目に見えるものなのでね、今これねお金が
大金入ってきたっていう風にね喜んでいるカードなんですけど、それがこう、ね、お金のカードがこう共通して入ってくるので、今の現状とはひっくり返るようなことがあって、それが不安だ、そうなるんじゃないかっていう不安があったりとか、まだ自分には足りないものがあるんじゃないかとか、そういうことがこの1ヶ月ね出てくる。今の現状とはちょっと違うような1ヶ月後になるかもしれない。だけどそれでも自分は希望を捨てていない。そして地に足をつけてしっかりと立ちたいっていうお気持ちもあるっていう風に出てくるので、ではもうちょっとここね1ヶ月以内どういうことが実際起こるのかっていうのをもらっていこうかなと思います。深掘りですね。ソード9逆位置、めちゃくちゃお相手が考えすぎちゃうよっていう風に出てくる。なんかねこう勢いよく鉄は熱いうちに打てとか、自分の地図はもう作ったぜみたいなことをお相手が感じていて、もう愛に向かってまっしぐらっていう感じで、自分解放されてるっていう風にね、解放感いっぱいだわーいっていう感じから、ここ1ヶ月先、今現在から1ヶ月先になるとめちゃくちゃ不安で、こう夜も眠れないみたいな感じで、すごく悩んじゃうっていうね、すごく不安って、なんでっていう風にね、何があるのっていうことで、お相手に何があるのか、ソードの6番が入ってきています。ソードというふうに入ってきていて、自分の判断ミスなんじゃないかっていうふうに出てきています。カップの9、ね、ウィッシュカードが入ってきています。自分の理想に向かって動いていったことがそれが果たして本当に結果となって現れるのかどうかってことで、今それで1ヶ月以内、ここね1ヶ月以内の間不安になることが出てくるよ。でも自分は理想に向かって動いたんだ。理想って何？あなたに愛を伝えること、自分が制限から解かれて開放的になって前へ進んでいくこと、そして今自分の熱い気持ちを、打つこと、伝えることとか、あとは新しい地図を作っていくことなんだよ。だけどそれがちゃんとした形になるのかどうか、地図は書いてみた、鉄は打ってみた、だけどそこで剣になったんだろうか、地図は完成されたのかどうかっていうところで、自分自身新しいことをやってみたんだけど、でもそれが形となって残らない、だからすごく不安っていうのが入ってきます。でもそれはね、お相手が感じすぎなところもあります。理想が高いのかもしれないし、完璧主義者なのかもしれない。ソードのキング、やっぱり自分の判断ミスが出てきているんじゃないかっていう風に感じてるんですね。じゃああなたは一体どうなんだろうって、あなたの状況をもらっていきましょう。こうなってくると、何かねこうお相手が思った通りにうまくいかない1ヶ月っていう感じがするので、あなたはこの1ヶ月どうなんだろうってところで、お相手の気持ちだけじゃ進んでいけないことが出てくるんじゃないかっていう風になっています。あなたはどうなんでしょうか。あなたのカードとしてコミュニケーションのカードが入っていますね。コミュニケーション、そしてもう少しもらいましょうか。ペイントしたいペインター、あなたにも書きたいものがある。そしてあなたの方からはコミュニケーションとか、私にも私の伝えたいことがあるとかっていう風に入ってくるんですね。ここがどういう風につながっていくのか、お相手新しい地図作るよっていう感じで入ってきていて、でもあなたの方もコミュニケーションとか、あと自分の、やり方、お相手は地図を紡いでいく、作っていくんですけど、あなたは絵を描くっていう風なやり方で、私のやり方でコミュニケーションを取っていきたいとか、表現方法があるんだよっていう風に入ってくるんですね。そしてそれはお相手と一緒にやっていきたいこと、あとはお知らせしたいこと、あなたの方から何か伝えたいことがあるっていうのが出てくるので、
ちょっとね深掘りしていきましょう。3番さん深掘りになります。お相手とお話ししていきたい。でもお金を失いたくない。お金で今この3番さんの場合はお金イコール今のお相手の現状もそうだし、今のお相手的には自分が思った以上の収穫があったよっていう、この収穫が何を指すのかにもよるんですが、実際のお金ではなくてお相手にとってすごく嬉しいことで、それが1ヶ月以内には自分が嬉しい、やったと思って動いたことが身にならない、結果となってこの1ヶ月以内には結果にね結びつかないんじゃないかっていう風にお相手が感じる。ここが共通点なんですよね。このお金っていうワードが実際のお金じゃないですよ。現実的なものだったりとか、目に見える形だったり、あとはお互いにとって絆とも言えるようなものが目に見えて分かるような形になるものがうまくまとまらないっていう風に感じてください。で、あなたもそれを失いたくないとか、あとは冒険する気持ちには今はなれなくて、お互いの紡いでいきたい思いっていうのをすり合わせしていきたい。うまくコミュニケーションをとって、そしてお相手に待ってよ、そんなに急がないで、お互いのやり方それぞれあるんだけど協力しながらやっていきたいっていう風にあなたの訴えっていうのが出てきていて、できるだけ無駄を省いていきたいっていうのがあなたのお気持ちとしてある。冒険して大きな痛手を負いたくないから安全なやり方でやっていきたい。で、お相手が今大きな喜ばしいびっくりするような収入をもらったよみたいなことがあって、宝くじ当たったよみたいな嬉しいことあったよってことに対して、あなたはその宝くじ計画性を持って使っていきたいっていう風にね感じている。わあやった、いっぱいお金手に入ったからいっぱい遊ぶぞとかじゃなくて、2人のためになるようなことを確実にやっていきたいっていうあなたのお気持ちあります。では具体的にあなたはこの1ヶ月どういう動きをすればお相手と2人の理想に向かって歩んでいくことができるのか。うまくいかないことがあってもお相手は希望を捨てずにいます。はい、ではあなたの動きのアドバイスもらっていきましょう。ではこちらのカードからもらっていきます。これ1回しまっていきますね。そしてお相手何かあなたに言いたいことあるんじゃないのっていう風にあなたが感じてるのかな。もう少しもらいましょうね。この1ヶ月あなたにとってのアドバイス、どのように動けばいいですか。ワンドの10、あまり無理しないで、今オーバーワークかもね。そしてワンドの8、物事がいろいろと、急速に動いていったりとか、いろんなところからいろんな声がかかってくるとか、なんて言ったらいいのかな。そのお相手の動きも世話しないし、世話しないって言ったらあれか、そのお相手の動きもかなり熱いものがある。鉄は熱いうちに打てってことは早くしなきゃっていう風なお相手のお気持ちがあるんですね。それが空回りする可能性があって、お相手が落ち込んじゃうようなこともあるかもしれない。その慌ただしい物事のスピードにあなたがついていけないかもしれない。だからそれがすごく負担で疲れちゃうっていう風に感じる。そういう時は無理しないでねっていう風に入ってくる。あまりあなたは焦る必要ないよ。カップの2番、お相手と足並み揃えていけるから、ここは2人のバランスうまくとっていこう。なんて言ったらいいのかな。バランスっていうか、2人の目指してるところは一緒だから、あとはね、お相手に待って、ゆっくりゆっくりっていう感じでね、焦るなっていう感じで、確かに鉄は熱いうちに打って形を作っていくものなんだけど、あまり急ぎすぎると何かね形がぐじゃってなるかもしれないから、丁寧にやっていきたいっていうねあなたのお気持ちがあるので、全てねお相手のスピードに合わせる必要ないよ。で、自分がちょっと無理だなって思った時は一回ねお相手にちょっとゆっくりやっていきたいっていう風にお伝えしてください。いろいろと抱え込みすぎなところもあります。でもね、あなたも頑張るんですよ。2人が一つになっていきたいっていう思いがお互いあるからね。
だから多少無理してるところもある。でもその無理がいずれ何かしらの形で、結果となってね、目に見えるところで何かねこう出てくるので、障害として何か支障が出てくる可能性があるので、そこちょっと注意が必要かもねっていう感じで出てきています。オラクルちょっと1枚引きましょうか。ただカップの2番入ってて、カップの9入ってるし、2人の気持ちすごくいいんですよ。カップのナイト入ってるしね、恋愛すごくいいカードが入っていますので、ね、お相手が迷ってることって今ないと思うんですけど、でもこの1ヶ月以内の出来事がちょっと逆転していくというかね、身になっていかない。お相手が動いてる割には結果がそれに伴ってこない。ここは2人のすり合わせっていうところが入ってくるのかな。うまいすり合わせ、バランス、すり合わせ、そういうところが入ってきます。コントロールのカードですね。あなたがコントロールをしていくことっていうのがアドバイスとして入っています。そうですね。お互いの向かっているところは一緒なんだけど、作り方、描き方だったり、発信の仕方だったりとかっていうのが、お互いそれぞれの個性を認め合ってうまく融合していくために、あなたがコントロールしていくっていうのがアドバイスとして入っています。物事が急展開にいろいろと変わるかもしれない。アップダウンがある1ヶ月になるかもしれない。その中でどんな結果を残していくのか、この1ヶ月の中ではちゃんと結果として、例えば2人の関係性がちゃんとはっきり、例えば交際とか結婚とかっていうところに結びつかないかもしれない。気持ちがあってもね、気持ちだけで結果としてはこの1ヶ月ちゃんとした形に残らない可能性があって、お相手はそれをすごく不安に思っているんだけど、でも2人の気持ちがしっかりと結びついているよねっていうところを確認し合いながら、そして結果についてはね、焦らずゆっくりとこの1ヶ月以内に何とかしようっていう風にお相手に思わなくていいよって、そして自分自身もそう言い聞かせて、2人の気持ちがつながってるってことが一番大事。あとは理想に向かってゆっくりとやっていこう。で、待ってるって、お相手が地に足をつけてやっていくっていう風に気持ちもちゃんと切り替えていくことができるので、そのあたりをあなたの方からうまく働きかけていくこと、コミュニケーション取りたいっていう風にあなたが言ってるので、もしかしたら今お相手と足並みが揃っていない。目的は一緒なんだけどね、そこのやり方とか最終結果に向かう方法とか足並みっていうのを今揃えていきたいのかな、あなたがそれを伝えたいのかなっていう風に入っていました。できるだけ安全な道で通っていきたいんだよね、お互い負担なく理想に向かって歩んでいきたいんだよねっていうあなたのお気持ちを尊重してお相手に働きかけていくこと、それがいいんじゃないかな。この思いはしっかりとあるよ、結びついているよっていうのが出てきているので、あとはやり方とかコントロールってところですよね。なんかお相手が流行る気持ちがあるのかもしれない。大丈夫だよ、今月中じゃなくてもいいよっていう風に焦らずゆっくりと向かっていくといいのかもしれません。なんか判断ミスしそうだっていう風にお相手が出てきていますので、うまくカバーしてあげるといいのかもしれませんね。はい、そしてお選びいただいたこちらのオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。これは守るっていうカードです。自分自身を守っていきましょう。周りからの心ない言葉や、あとは予想外の出来事に振り回されることはありません。それらのことからまず自分自身を守り、そしてその後にお相手のことに目を向けて2人を守る環境づくりっていうのを行ってください。あなたとお相手はコミュニケーションが今必要な時です。密なコミュニケーションですね。2人だけの甘い時間プラス気持ちの意思疎通を取っていくことっていうのがアドバイスとして入っていました。今回のテーマはお相手があなたに対して迷っていることについて見ていきました。3番の方、迷っていることというよりはこれからの動きに対してのアドバイスとなりましたね。参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。